皆さんこんにちは。本日は先日訪れましたトルコカッパドキアの様子をお伝えしたいと思います。今回2024年の5月に3泊4日で行ってまいりました。で今回ツアーを使わず自力で楽しめるところを中心に回っていったので、もしよろしければ参考にしていただけますと幸いです。それでは行ってみましょう。まずカッパドキアに来るまでの道なんですけど、この前にトルコのイスタンブールの方に行っておりまして、そこから夜行バスを利用しました。夜行バスの詳しい乗り方、最後にご説明しようと思うので、もしそこが必要な方は最後まで飛ばしてください。でなんで夜行バスなんで朝早くに到着しましたので、もうすぐにホテルに荷物を預けまして、早速ハイキングに行きたいと思います。で今回ですね、宿の人めっちゃ親切でハイキングのルートをめっちゃ教えてくれちゃったので、それをよろしければ共有させていただきたいと思います。っていうのもGoogle マップには載ってないようなハイキングルートだったので、多分これ自力で調べようと思うとめっちゃ大変です。なのでぜひ参考にしてください。まず入り口からしてね、本当にここハイキングの入り口なんかっていうようなところから入っていきます。で足元とかもすごく悪いので、皆様絶対にスニーカーと長ズボンは必須かなと思います。結構人自体もすごく少ないので、こうやって前から人が歩いてくるのを見るとめっちゃ安心するんですよ。でも川の音もすごい綺麗ですし、鳥もすごいさえずってますし、木もめっちゃ多くて、歩いてるのはめちゃめちゃ楽しかったです。この道結構、ただ道がですね本当にややこしくて、やっぱり分かれ道とかも結構あるんですけど、結構地図に載ってない道だったりするんですよね。であとはこれが本当にこの地図でいう右方向なのか、それともまっすぐの道なのかみたいな、ちょっと分かりにくいところが結構あるんですけど、一応このルート上にピンク色の丸印だったりとか、あと矢印とかで印がされてることがあるので、そこの道通れてたらとりあえずは安心かなっていう感じのルートを通ってます。でこれとかもね、地図上にはもうまっすぐの道しか書いてないんですよ。全然わかんないです。でめっちゃわかりやすかったら向こうの方の木にはバッテンのバツ印の書かれてるので、そっちじゃないなって感じで試行錯誤しながら進んでいきます。で本当にね、上から見た景色とかめっちゃかっこよくて、やっぱり日本だとこういうのなかなか見れじゃないですか。こういう岩の感じめっちゃかっこよかったです。なんかこの草原な感じとかもなんか本当冒険してますっていう感じ、始まりの村第一章出ましたみたいな感じがめっちゃ楽しかったです。でこのワンちゃんは野良ワンちゃんですね。イスタンブールもそうだったんですけど、カッパドキアも野良ワンちゃん、野良猫ちゃんめっちゃいます。で全然凶暴じゃないので、ちょっと触るのは私は怖いんでできないんですけど、すごい人懐っこいです。結構本当に冒険感あふれるハイキングなので、割とちょっと傾斜がすごいところを歩いたりですとか、足場は結構悪かったですね。そんなにすごいハードじゃないんですけど、ちょっと気をつけなきゃなっていけないところが結構多々ありました。こういうところもね、本当に一歩道踏み間違えたら落ちるよみたいなところとかですね、すごい楽しかったです。ちなみにですね、私普段あまり運動をしないタイプですので、
こちら今3倍速でお届けしてるんですけれども、通常の速度に戻すとまあまあハーハー言ってますただ全然いやもう無理みたいなレベルのハイキングコースではないので、普通にそんなに足腰が悪くない方であれば全然楽しんでいけるぐらいの難易度です。ただね、上りと下りのこの坂道が結構鬼門ですね。カッパドキアって全体的にすごい砂っぽい感じなので、その砂利が積み重なってめっちゃ靴底滑るんですよで私はすごい軍手とか持ってったらよかったなって思ってました。でももうここ登りきっちゃえばもうほぼほぼゴールです。あと平坦な道をぐーっと行けば、このなんかの牧場なんていうんだろう、飼育場みたいなところの道を通っていくんですけど、全然多分通っていいとこなんですけど、結構ほぼ放し飼いみたいな感じでアヒルちゃんとか結構デカめの鳥がいるのでめっちゃ怖かったです。で内ヒサール城に行く最後の関門はこの石畳の上り坂ですね。ここが一番きつかったです。でこちらが内ヒサール城です。お城って言ってるんですけど、実際は要塞に近い形ですね。でもともともお城じゃなくて普通に人の住んでるところとして古代は使われてたみたいなんですけど、時代によっては要塞として使われてたっていうところらしいです。でこのね形とかは天然物らしくて、そこにちょっとくり抜いてお部屋を作られたというね、めちゃめちゃ遺跡ロマンあふれる建物でございます。であとは眺めがすごくいいです。この内ヒサールっていう集落というか町がこのカッパドキア一帯で結構高めのところにあるので、見晴らしがすごくいいですし、町自体も結構落ち着いたホテルが多かったりするので、ギョレメっていうね一番観光地の中心に泊まるのもありですけど、ここなんかもすごくいいかなって思いました。ギョレメからバスで5分ぐらいで来れますしね。でここからですねラブバレーというもう一つの名所の方に歩いていきます。だいたい1時間半ぐらい、ゆっくり歩いても2時間ぐらいかなって感じですね。でまたトレッキングの入り口が分かりづらい。もう地図がないと絶対にたどり着けません。これはでこの谷底っていうんですかをちょっと歩いていくような感じなので下ります。下りがめっちゃ怖い。本当に滑るんで、最終これ多分しゃがんでますね。しゃがんでいくのが一番安全なのでしゃがんでいってます。でここ岩がねすごい白いんですよ。白いとかちょっとピンクがかったような色味と、で奥に見える方はちょっと黄色の黄土色系の岩なので、すごい対比が面白かったです。この道もねなんか本当に道なんかみたいな感じの道を通っていくんですね。なんか本当に道自体はめっちゃワクワクして楽しい道なんですけど、なんせ人がいないのが怖くて、でやっぱカッパドキアって結構ツアーで回るのが主流なんですね。その名所とされてるところが結構街自体から離れてたりするので、ツアー使って1日ツアーで組んでいきましょうみたいなのが多いですし、本当にポイントポイントで回られる方はそっちの方が全然いいと思うんですけど、私もうちょっとこう自然の自分のペースで楽しみたくて、でハイキングを今回選んだんですけど、やっぱ圧倒的にハイキングを選ぶ人が少なくてですね、本当にこっちの道で合ってんのかなというか、この広大な土地で一人迷子になったらどうしようみたいな不安とちょっと戦いながらのハイキングとはなりますもうこれも完全に滑ってます。
本当にやっぱり楽しいです。その道もまっすぐな道をただ歩くだけじゃなくて、こういったちょっとした洞窟っぽいところとかもあったりするので、ちょっと興味本位で進んでみたりして、まあ怖くてすぐに引き返すんですけどね友達がいたらね、もうちょっとこう肝試し要素的なところで奥進んでもいいかもしれないですけど、ちょっと一人だとちょっとね、やっぱ安全第一で旅は過ごしていきたいと思っております。この辺りの岩もね、すごい地層っていうんですか、すごい重なりが見えるところで、ちょっと知識が足りないので何とも言えないんですけど、でも目に見えて歴史というかその自然の成り立ちを感じるのもめっちゃ楽しいですね。あと単純にこの岩の感じと緑の組み合わせっていうのが私めっちゃ好きなんですよ。なんかこうジブリのラピュタっぽい感じっていうか、すごくロマンをくすぐられます。古代遺跡っぽい感じ。このね、映像で伝わるかわかんないんですけど、結構な段差なんですよ。でなんか曲線描いてる、本当に岩の上を歩いてるみたいな感じで、音声には入ってないですけど、無理無理って言いながら歩いてましたありますよ、この砂がね、めっちゃサラサラの、結構砂浜とかにありそうな砂なので、割と砂ぼこりとかも多分風強い日はすごいと思います。久しぶりに団体さんをお見かけしまして、ちょっと一安心しながら進んでいるところでございます。で、着いた先がですね、こちらラブバレーと呼ばれるところで、特徴的なカッパドキアでよく見られるこのキノコ型の岩っていうんですかが見えるところです。ちなみになんでラブバレーっていうかはご自身で調べてくださいなんとも言えません。でここ着いたはいいんですけれども、ここからのですね、帰り道が全く分からなくなってしまいまして、ちょっと試行錯誤したら、このまた何とも呼べない道と呼べないような道が実は帰り道だったので、そこを登っております。で多分トータルそんなに4時間とか5時間かからないぐらいではあるんですけど、やっぱり最後までどれくらい時間がかかるのかわからないと、ちょっと日の沈み方とかも結構早いので、時間に余裕を持ってハイキングすることはおすすめします。でももう本当に景色がめっちゃ綺麗です。でここもですね、宿の人に教えていただいたところなんですけれども、日替わり定食みたいなのが1食250トルコリラで食べれるんですね。めっちゃおすすめです。で次の日ですね、やはりカッパドキアといえば気球でしょということで、日の出に合わせていくんですけど、遅刻してますなんでめっちゃ走ってるんです。だってもうね、外出たら、この日の日の出が5時30分とかだったんですけど、外出たらもう若干明るくて、で街から気球もう上がってるやんみたいな感じで、気球のよく見えるスポットに向かって走ってます。宿から15分ぐらいだったんですけど、でも全然間に合いましたね。でここに入るのに一応20トルコリラの入場料が必要です。でもめっちゃ見晴らしいいです。ここぜひせっかくだったら来た方がいいかなって思います。
こうやってねすっごい近く飛んでくれたりして、乗ってる方もめっちゃ楽しそうでした。でこの期間中何度か気球乗ろうかなと思ってチャレンジしてたんですけど、ちょっとお値段が高すぎてやめましたなんかどうしてもね気候によって割とキャンセルが出るんですね。割と飛行条件が厳しくて、ちょっとでも天気が悪いともうキャンセルになっちゃうんですよ。でキャンセルになるとレートがどんどん上がっていくので、この時期もあんまり安定してなくて250から300ユーロぐらいだったので諦めました。で今回はですね、レッドバレー、ローズバレーっていうこれまた有名なところの方に向かってハイキングしていきます。今日もトータル5、6時間ぐらいですねのハイキングです。でまずは有名なツアーに大体組み込まれているギョレメ野外博物館っていうところの横を通ってスルーしていきますなんでもしここだけ行きたい方は全然歩いて行けるよということだけお伝えしておきますね。でその先を抜けていきまして、もう見るからにここ通っちゃダメですよみたいなところももうルート上なのでガンガン通っていきます。っていうか全然通って大丈夫なところです。で途中でね、ちょっとチルってるおじさんにこれから雨降るよ大丈夫、ツアーいるとかちょっと商売かけられながら大丈夫だよって進んでいきます。でここですね3本分かれてる道なんですけど、宿の方曰く真ん中の道がいいよと、もちろんね多分右左でも行けるとは思うんですけど、多分一番簡単なルートを教えてくださってるのでそこ進んでいきたいと思います。聞こえます？この鳴き声めっちゃ可愛いね。パピーが5匹かないて遊びたい盛りかめちゃめちゃ寄ってくるんですよ。ちなみに呼んだのは私のちょっと前を歩いていた青年3人組、私と同じ宿に泊まってる人たちなんですけど、なぜか私の方に来て、私が歩くとこうやって後をついてきまして、いやー可愛くてしょうがなかったです。なんですけどもうここ序盤も序盤なので名残をしつつも先に進んでいきます。若干ねこの辺から雨が降り始めました。なんか結構カッパドキアって高地の方なので天気が割と変わりやすいらしいです。でまたねほんまにここ入り口なんかっていうような道にでトレッキングに入っていきます。私今ウィンドブレーカー着てるんですけど、そういうのがあった方がいいかなって思います。傘とかはねちょっと歩きづらいかなって感じですね。でさすがにちょっとひどくなってきたので雨宿りしてます。なんかそのさっき言った前を歩いてた青年たちが洞窟のところで雨宿りしてたんですけど、ちょっとさすがにそこに入って場を持たせるほどのコミュニケーション力も英語力もないなと思って木の下で雨宿りしてましたでここのですね洞窟を抜けたらなんと突然カフェが出てきまして、結構雰囲気良さそうなカフェでした。で看板犬ともちょっとおさらばしつつどんどん進んでいきたいと思います。もうね本当に冒険感がすごい、めっちゃ楽しい。
結構洞窟ってもっとなんか暗くてジメジメしてんのかなみたいな、ちょっと汚いんかなみたいな感じで思ってたんですけど、そんなことなかったですね。多分通る人が少ないからかな。なんか結構ゴミとかも全然落ちてないですし、割と本当になんか古代っていうか自然のロマンあふれる感じでした。このカッパドキアって自然的な価値ももちろんそうなんですけど、歴史的な部分としても価値を持つ複合型の世界遺産なんですね。でそのうちの一つとして、この辺りのトレッキング場には6世紀から10世紀ぐらいにかけて迫害を受けたキリスト教の方たちが隠れて祈るために作った洞窟教会っていうのが結構無数にありまして、それを今探してますなんせどういうものか分かんなかったので、大きい洞窟をもしかしたらそうやって用途を使ってたのかなとか言って思って素通りしてたんですよ。というか見つからなくて、でそしたら私の前を通ってたはずの青年3人組が後ろからやってきまして、ってなってたら、チャーチ行ったって、教会めっちゃクールだったよって教えてくれて、あそこがここ行ったらいいんだよって教えてくれたので、道を引き返しますでもうね、私がさっき違うだろうと思って進んじゃった道がどうやらその入り口だったらしくて、戻っていきます。これか、こちら。すごい、すごい、すごい。なんか正直本当に想像以上だったんですよ。なんかやっぱり言うてすごい昔じゃないですか。でそんなにちょっとしたホラー穴ぐらいだろうと思ってたんですよね。そしたら結構しっかりデザインもあって、めっちゃ綺麗に作り込まれてて、で多分当時の壁画というかちょっと色をつけたような色合いも、これはちょっともしかしたら復元かもしれないですけどあって、もうすごかったですめっちゃ感動しましたね、これは。ね、クマ住んでそうだなっていう、ちょっとカナダから出てきたばかりなもんで冬眠明けのクマを警戒してますトルコには絶対いないんですけどね。このね、めっちゃ岩ゴツゴツしててめっちゃかっこいいんです。でここなんでグズグズしてるかっていうと、ここの足元になんか多分段差がでかいから木の板を設置してくれてたんですけど、むしろそれでめっちゃ滑って怖いっていう、最終的に滑り台として活用してます。ちなみにこの辺り、もう昔はこの辺りを住居として使ってらっしゃってて、ちょっと大きめの穴、あれは人の住んでたところで、今も農家さんが納屋とかに使ったりしてるらしいんですけど、で小さい方の穴、
あれは鳩用の穴なんですよ。昔から鳩の肥料をブドウ作りのためとして使ってたらしくて、でこのカッパドキアワインが有名なので、今もブドウの、農地というか栽培所結構至る所にあるんですけど、それの名残でまだ残ってるっていうところですね。トルコって本当に歴史が古いので、こういう今お話ししているこの住居の跡とか、あとは地下都市であったりですとか、それこそ宗教が教会の洞窟教会であったりとか、そう時代はそれぞれ違ってたりはするんですけど、でもむしろそれぞれ違う時代を重ねてきて今につながってるんだなっていうのがすごいよくわかるので、本当に歴史を体感するのにめちゃめちゃ楽しい国です。いやー、めっちゃかっこいい景色見れたんですけど、ここから下には降りれなくて道がなくなりましたので引き返して違う道に行きます。でここもめっちゃ迷子になって、もう分岐があると本当に迷子になるんですけど、なんかね、矢印がこっちだよって書いてる矢印と私の持ってる地図の矢印が違ってまして、どっちやねんってなって、結局地図の方を信用しまして、あと足跡ですね。人通ったかなっていうのを足跡を見て判断するっていう、コナン君みたいなことをしましたなんかね、やっぱ洞窟通っていくのめっちゃ楽しいんですよね全体の岩肌が白いからか、そこまで真っ暗って感じ。いや、真っ暗なとこもあるんですけど、もちろんそのトレッキング場にあるところはそこまで真っ暗って感じでもなくて、普通に冒険って感じでした。ただ道はマジで悪いですし、普通に虫めっちゃいるんで刺されるような感じの虫はあんまりいなさそうだったんですけど、虫が嫌いな方は、ご注意ください。あとズボンは絶対長ズボンの方がいいですね。足元とかも結構草ビュンビュンに道侵食して生えてきてるんで。でこの日はあいにくの曇り空だったんですけど、ただ正直トレッキングハイキングする人に関してはむしろ曇り空の方がいいかもしれないです。なんか私3日目に結構天気のいい日があって、気温はそこまで上がらなかった。27度とかまでいかないですね。24度とか多分その辺だったんですけど、日差しがあるだけで結構歩くのきつかったので、真夏の日に行く人は本当に水分補給とかめっちゃ注意して、できればたくさん持ってってほしいです。
でここもカフェがいきなり出てきまして、ちょっとここはなんか衛生的にどうなんだみたいな感じの見た目ではあったんですけど休憩したい方はフレッシュジュースみたいなのが飲めそうでしたよ。いきなり階段、レッドバレーチャーチって書いてる。いきなりの階段。危ね。怖い。絶対戻りたくないけど。景色は映画。よいしょ。無理やん。無理やんな。いけんの？いける。道狭すぎて前見えなくて一回絶望したんですよ。道ないと思って、あれ下るんと思って絶望したら、めっちゃ細い道の先にあったっていうね。めちゃくちゃ安心しました。階段絶対下りたくなかったんでここはね、段差がエグかったです本当に自分の胸の位置ぐらいまでの段差があったので両手使いました基本的に矢印とか印とか辿っていくのが一番いいんですけど、なんか矢印がたまに違う方向向いてたりとか、さっきみたいにすごい両側向いてたりとかするんですよ。わからんわってなって、これも倒れてって倒れた後の矢印なのかどうなのみたいな。でもちょっと進んでみたら、もう一個矢印見つけたとかはあるんですけど、そういうのの連続すぎたんで、皆さん冒険してくださいでここも有名なチャーチです。ここがね、多分結構観光地スポットしてるところなんですけど、日本の大学が修復の手伝いをしたって書いてました。でまた階段です。で階段登った後、階段とも呼べぬような坂道です。でもこの登った先の景色がマジで最高でした。でこっちがローズバレーで、こっち側がレッドバレーなんですけど、
なんかもう私の視覚情報がもう絶対さっきの方がレッドバレーだろうって訴えかけてくるのでちょっと自信は持てません。でも地図上ではそうです。でここ私ちょっと地図無視していった道だったんで、最後地図の元に戻るのにめちゃめちゃ手間取りまして、迷子になってましたけど、無事戻れまして、でそしたらちょっと雨降ってきたんで、チャーチっぽいところを見つけたので、そこで休もうっていうか雨宿りしようかなっていう感じで来てます。このチャーチもね、私の肩までの高さの段差があるんですよ。まずで向こうに人歩いてくるの見えますかね。でどうやら私ここが目当てのチャーチだと思ってたんですけど、ここじゃなくてそのもうちょっと先の方にあるところがもう一個の最後の行く予定だった有名なチャーチの方なので、雨が少し収まった時ぐらいにそっち目指して行きます。でこの辺になると結構ポツポツ人がとすれ違うようになったので、割と安心感がありますね。でただですね、よく悪く分かんないですけどその次のチャーチの時には人誰もいなくて、私一人で教会の中を探索したんですけど、怖くてですね、結構ギャーギャー叫びながら探索しておりますので、皆さんよろしければ一緒に楽しんでください。しかも上ある。横はこっちもあるけど広。上行けんのかな。君が泣いてたのびっくりした。びっくりする。くるくる。めっちゃ響くやん、鳩の音。怖い。すごくない？上じゃどかされた。ちょっと鳩が怖すぎる。平和の象徴じゃん、お前ら。平和に来て。すごい。ちょっとでも鳩が嫌すぎて。でもね、めっちゃ怖かったですけど、正直ここがやっぱり一番記憶に残ってますね。で最後もうほぼほぼ帰り道に向かっていくんですけど、その道中にもう一つチャーチがあったので、そこだけ寄っていきたいと思います。
でここもですね場所が全然わからない、場所がというかチャーチがある場所はわかるんですけど、その教会自体がどこにあるのかがわからなくて探索してますでそしたらですね、今回のこちらはなんと上の方にあったんですよ。あそこがどうやら教会みたく、さすがにあそこは入れなかったですけどね。これにて2日目のハイキングほぼほぼ終了です。で帰りもうここの大通りまで出てしまえばもう本当に安心ですね。車も通るような道ですし、結構ツアーとかだとこういうバギーに乗ったりとか馬に乗るようなツアーが結構多かったです。で私ツアーには参加しないので、ちょっと今日は奮発して名物のつぼ焼きケバブを食べようかなと思って来てます。でここのお店日本人の方がシェフをされてらっしゃってて、すごい親切にしてくださってめっちゃ美味しかったので、よかったら行ってみてください。後でリンク載せておきます。では3日目、ここから3日目に入ります。で3日目はですね、ものすごく天気が良かったです。ただ日の出の時間はちょっと雨が降ってたので、この日は気球は飛んでなかったので普通の時間に起きました。で今日はですね、カイマクリ地下都市っていうところに行きたいと思います。行く予定なかったんですけど、ドミトリーの同室の子が自力で行けるよって教えてくれたので、市バスを使って行きたいと思います。でこのバスターミナルのところからまずネブシェヒルっていうところの町まで乗っていきます。で30分に1本朝7時半ぐらいから通ってたので全然行きやすいですし、バスに乗って運転手さんに直接お金を渡すような形で簡単に支払いもできました。でここがネブシェヒルの街です。ここで乗り換えします。で本当にすごい優しくて、バスで隣に乗ってたホテルで働いてる人が乗り換え場所分かんなかったら、ここだよって、ここで待ってたらこういうミニバンが来るよって、それに乗りなって教えてくれたんです。なんで今回はこの市バスとは思えないミニバンに乗りまして、カイマクリ地下都市まで向かっていきます。でこちらも現金で、運転手さんに直接払う形ですね。でここ降りる時も私降りるところも分かんなくて乗ってたら着くかと思ってたら、運転手さんっていうか他の乗客の方がカイマクリ行くのって聞いてくれて、行くって言ったら、じゃあここで降ろしてもらいなって言って降ろしてくれたんです。であそこ渡ったら地下都市アンダーグラウンドシティだよって教えてくれてたどり着けました。そもそもねここ地下都市って普通に英語にするとアンダーグラウンドシティなんですけど、めっちゃかっこよくないですか、響きアンダーグラウンドシティってなんかもうめっちゃロマンじゃんみたいな感じで、普通にそれだけでテンションが上がってましたでここすごい有名なところなのでだいたいツアーに組み込まれてるんですけど、私は自力なのでこの窓口でチケットを買ってから入場します。で13ユーロなんですけど、トルコリラの換算表も置いてあって、でこれでトルコリラで払うこともできますし、普通にカードで払うことができるのでユーロ換算でも大丈夫です。で中はね想像以上に広かったです。でそもそも公開されてる部分も一部なんですけど、本当は地下8階から10階分ぐらいまでの広さがあるらしくて、で何万人っていう規模で住めるらしいんですよ。でアリノス状になってるので、どっちかって結構、狭くて基本的には暗かったりはするんですけど、でもその中でも通気口があったりとか、あとお部屋の中にも結構穴を使った2段ベッドみたいな感じになってたりとか、めっちゃ探索としては面白かったですね。
昨日に比べてね全然明るいですしね迷子になる危険性はないので。でも結構奥まで進めたりとかして順路以外のところ行ったらこうやって人が少なかったりするので探索のしがいはあるかなって思います。ただ逆に狭い分そのツアーの方たちと鉢合わせちゃうとどうにもこうにも身動きが取れなくなっちゃうので、時間帯とかちょっと通路の進む順番とかちょっと工夫してみてもいいかなって思います。外に出るとイスラム教のお祈りの言葉が聞こえてきまして、私はこれはもうどうも歌にしか聞こえないんですけど、こういうことだなって思いながら歩いてますでですね、私帰りのバス停どこかを最初に聞くのを忘れておりまして、でちょっとうろうろしてたらツアー会社のバスの運転手の方がわざわざ翻訳機使ってまで教えてくれたんですよ。いやもう優しすぎると思って、でバス停を目指しておりましたら、でバス停もですね、もちろん時刻表とかがないのでほんまにここって感じではあるんですけど、ここでも全然本当に現地の方の英語もきっとお話しされないであろう現地の方がネブシェヒルって聞いてくれて、うんって言ったら、じゃあここにいなみたいな感じでジェスチャーで教えてくれて、優しいって感じでした。本当にもうやっぱ心がね温まります、人の優しさに触れると。でネブシェヒルの街が意外と都会というか、都会ですね。すごい普通の街でしたやっぱカッパドキアのギョレメの街にいると結構古代遺跡の中にいる、観光地の中にいるっていう感じなんですけど、ちょっと離れたネブシェヒルは全然普通でしたね。でギョレメの街に戻ってきまして、一旦宿で、念のために明日の気球ツアーのお値段を確認していただいたところですね、330ユーロと言われましたので、もうすっぱり諦めました今回の旅にご縁はなかったです。なんでもうかなり満足度も高いのでね、このまま別に特に落ち込むこともなく散歩に出かけたいと思います。で今日行くのは昨日ちょっと見るだけで終わってしまったスワードバレーというところをのんびり探索していきたいと思います。でまずこちらチャウシンという集落ですね。ここにすごく面白そうな建造物というか、かつての居住地が本当に遠くからでも存在感を放っておりましたので、気になったので行ってみます。この形がね、昔にあったのもそうですし、それがまだここに残ってるっていうのも、それと共存してるっていうのもすごい不思議な感覚になりますね。で上の方に登っていくので階段こうやって登ってるんですけど、この時ですね、もうかつてないほどの筋肉痛に襲われております本当に普通に歩くのにももう太もも痛みたいな感じなので、この日は本当に緩めのハイキングにして正解だったなって感じですね。でも見てください、この絶景。ここも本当に景色良かったです。で反対側の景色で見れるのがキノコ岩の集落で、これこっちではキノコ岩のこと妖精の煙突って言うんですよ。めちゃくちゃファンシーじゃないですかでそこのね有名な土地があったので、それも上から見つつちょっとこう場所変えてのんびりチルったりして、
筋肉痛も相まってすごくのんびり過ごせたいい日だったなって思います。青空とね、緑とこの古代遺跡っぽい岩たちと、いやー、コントラストが最高でした。一応ここもね印あるんですけど、地面に埋まってるパターンは初めて見たので写真撮りました。でこの辺の岩がすごいなんか白くて滑らかな、なんかホイップクリームみたいな感じの岩で、全然違ってすっごい面白いと思って、でも私は高いところに登るとその分いい景色が見れるということを知ってしまっておりますので、ガンガン登ってきますこの景色がね本当に最高でした。一面このちょっとこう緑と白い岩の部分と、後ろ側見ると昨日見たローズバレーとレッドバレーを一緒に見れるようなところだったので、今日はね絶対いい夕日が見れるって分かってたので、ちょっと夕日スポットも探してたんですけど、思ったよりも早く見つけてしまって、この時まだあと夕日までに2時間ぐらいあったんですよでも戻るのもなと思ってちょっとぼーっとしてたら、こうやってワンちゃんも寄ってきてくれてね、一緒に景色見ながら楽しんでたりしたら1時間ぐらいあっという間に経っちゃって、でそしたらすっごい気のいいねご夫婦がこちらにまた夕日を見にいらっしゃってて、でその方たちとお話ししてたら、もうあっという間に日の入りの時間になって、本当に楽しかったです。なんかこの日は本当に皆さんの優しさに助けられましたし、最後にこんなに素敵な出会いもあって、こんな素敵な景色を見れて本当に旅してよかったなってすっごい思いましたし、なんか歴史を感じてからなので、なんかとにかくこうやって残ってる奇跡とかめっちゃ臭いですけど本当にめっちゃ感動しました。翌日はね、ドミトリーの同室の子たちと一緒に気球を見に来たんですけど、ドミトリーに一緒にいる人たちもすごくフレンドリーな方たちで、それもまた楽しかったです。というわけで今回は以上です。皆様長いお時間ご視聴いただきありがとうございました。でここからもし必要な方向けに夜行バスの乗り方とマップだけ共有する動画出しておきます。それでは皆様バイバイ。Nakit ödeme için para girişi yapınız veya kart ödeme için kredi banka kartı. Ankara, Antalya, where are you going? Oh, I already buy.
まずはギョレメの町から出発します。一応これピンをたどっていくような形なので、このピンをそっくりそのまま刺しちゃう方が一番安全安心確実な方法かなって思います。でまず南下していきまして、ハイキングの道に入っていくんですけど、ここの入り口こんな感じで少し分かりにくいので注意してください。でここから先のハイキング中の道も、正直分かりづらいところはあるのはあるんですけど、間違えてもそこまで大きく道は変わらないので、もうむしろ楽しむ気持ちで探してくださいでしばらく歩いていくとウチヒサールの町に着きます。もうハイキングの終盤になるとウチヒサール城特徴的なものが見え始めるので、そのまままっすぐ進んでください。ウチヒサール城に寄ってもいいですし、そのまま下から見上げてスルーしても大丈夫です。で道路を渡った反対側ですね、ここからラブバレーに入っていきます。ラブバレー、まず看板を通り抜けますと売店みたいなところがちょっと立ってる、その横がハイキングの入り口になります。ここもものすごく分かりにくいので注意してください。でここから先すごくちょっと滑りやすい道を歩いていきます。なのでご注意ください。この辺りがラブバレーですね。でここからの帰り道こんな感じで、道というよりかは本当に岩を登っていくような形なので、よろしければ参考にしていただいて、でもう登りきってしまえばあとは車も通れるようなまっすぐな道をただ歩いていくだけなので、ここはもう迷う可能性はないと思います。で歩いていったらもうギョレメの町に着きますし、おすすめしている料理屋さんもその道中に見えるので、よろしければぜひ寄ってみてください。でお次レッドバレーローズバレーの方向なんですけれども、まずはギョレメ野外博物館を目指していくのがいいと思います。で割と 2,30 分ぐらい歩くともう着くので、そのまま寄っていってもいいですし、ハイキングの道としてはその横をスルーして上に登っていきます。で道中ちょっと車が通れないように柵があったりするんですけど、そこも越えていただいて大丈夫です。で分かりづらいのがこのカヤーキャンプのあたりなんですけど、ここちょっと下り坂のところに道があるので、このローズバレーの看板を見つけていただいたところが正解です。で3本道分かれてるんですけど、宿の人がおすすめしてくれたのは真ん中の道なんで、私は真ん中の道を取っていきました。でこの辺から電波入らなくなってくるので、絶対オフラインのマップをダウンロードしといてください。で道中面白い教会とかもあるので、教会がある目印としてはインフォメーションの愛のマークのついた石板というか看板が立てられてるので、そこがあったら周辺に教会があるんだなと思っていただければと思います。で結構レッドバレーのビューポイントのあたりが結構ややこしくて、私も今回ちょっと違う道を通ってしまったので、はっきりどの道が正しいっていうのをお伝えできないんですけど、一応ある程度は違う道通っても帰ってこれるので、あたりは人も割といますし、そこまで心配しなくてもいいかなって思いますっていう感じなので、ひとまずはこの地図参考にしていただいて、あとはご自身の好きな道ちょっとアレンジしていただいてもいいかなって思います。ぜひカッパドキア楽しんでください。バイバイ。